皆さんは人間というものを本当は分かっていないわけね。皆さんはもう大体話を聞いてるから分かってるんですけどね、普通の一般の人はですね、人間っていうのが分からないんですね。それで人間というものはこの肉体を持った子にこうやって現れて、ね、食べたり飲んだりしてねいる個体の物体のね、物質の人間だと思って、個体、この硬い固まったね不自由な人間だとこう思ってるんですね。ところがそういうふうに固まった肉体が人間だと思っている以上は、この世の中はもうニッチもサッチもいかない、もうどん詰まりになってしまう。それはどういうことかというと、みんな普通の、アメリカにしろソビエトにしろ日本にしろシナにしろね、みんなこの個体の人間ですね、肉体の人間を守ろうとしてね、肉体の人間っていうものを守ろうとするから戦争になるわけですね。そうです。肉体人間っていうものを守らないで本当に神様の子である人間っていうことになれば、戦争なんていうこと嫌でも起こりっこないんですよね。ところが人間というものは肉体だと思って、この形がなくなったらおしまいだと思ってますね。それで形の国がなくなればおしまいだと思ってます。それでこの形の人間がですね、住みようにね、形の人間が要するに安楽に暮らせるようにと思うために、お互いが領土争いをなんかするわけで、自分の立場一番、それが人間が自分のこの肉体だと思えば一番可愛いのはこの肉体ですよね。そうするとこの肉体から生まれてきた子供だとか、この肉体、自分の肉体に親しい人たちが一番親しいわけですね。そうするとそれを守ろうとする。それがだんだん大きくなれば、それは民族とか国家とかというものになって、やっぱり自分の民族が可愛いし自分の国家が可愛いんですね。これは当たり前のことですよ。で自分の民族よりもね他の民族が可愛いっていうことはないんですよね、普通の場合は。ですから肉体の人間が人間だと思っている以上は、この世の中はもうどうしたって相対的になってしまって敵味方ができるわけですね。この世の中ではこの現れの世界においては絶対ってことはありませんよね。例えば地球にしてもですね、場所が決まってます。日本なら日本っていうこの場所が決まってます。場所が決まってる。アメリカならアメリカっていう場所が決まってる。ソビエトはソビエトで場所が決まってる。そうするとこの場所以外に必要な場合が出てきますね。例えばアメリカならアメリカ軍事基地が欲しいとする、ね、そうすると沖縄なら沖縄を自分のものにしてしまうです、ね、それからソビエトならソビエトが、軍事基地が欲しいとすればサバマイスとかでも島でみんな自分のものにしてしまう。そういうように、ね、いくら自分の国は広くても何でもね、より自分の国のために便利なように、より自分の権益が拡大されるようにと思って他の国にちょっかいをかけるわけですよね。それは武力的にかける場合もあれば経済的に圧迫してかける場合もある。日本が大東亜戦争、ね、太平洋戦争始めましたね。あれだって今負けたからこそ日本だけが悪いことになってるけども、日本だけが悪いんじゃ喧嘩両成敗ね。日本も悪いしアメリカも悪いしイギリスも悪いし、みんな悪いんですね。お互いの業がぶつかっているわけです。業がぶつかり合って、要するに業的に、力の強さが勝っただけの話だってね。アメリカに神様が、味方してね、日本が負けたわけじゃない。日本が神様に見捨てられて負けたわけでもない。それはお互いの肉体人間というものが、その全てだと思っている。そういう思いがぶつかり合ったわけですね。だから肉体人間の関連ですね。肉体人間というものだけは人間だと思っている。そういう関連からすれば、いくら神様と思ってもダメです、ね。いくら神様って言って信仰があるように見えてもね、肉体世界だけが人間の世界だと思っている以上は、もう結局戦争のまで行っちゃうんです。ね、それは例えて言えばですね、アメリカがありますね。アメリカというのはクリスチャンの国です。ね、赤ん坊から生まれて、それが子供になればもう小学校行く頃から日曜学校行くんですね。いつも日曜には礼拝休みに決まってる。ね。で、教会にみんな行くんですね。これは義務みたいなもんで行くんですね。行かなきゃおかしいようになって行くわけです。日本ではそういう教育はないんですね。アメリカでもイギリスでもみんな教会行って、教会をお参りするわけですね。だから初めから子供の時から神様あって植え付けられてる。神様によって人間が作られてると植え付けられているんだけれどもね、それでそうやってだんだん大きくなっていくけれども、ね、やっぱりいつの間にか神様離れてる。神様って言って教会通いながらいつの間にか神様から離れてる。どういうふうに離れてるかというと、神様から肉体の人間というものに、ね、自分の思いが入ってしまって、肉体の人間というものを主にして思っている以上は神様から離れているんですね。なぜかって神は霊だから、目に見えない姿です。目に見えないもんですからね、目に見えるもんだけにとらわれているといつの間にか自分ほら目に見えるものの中に入ってしまって神様の中から離れているんですね。ですから神様ってただ言っていてもですね、肉体の人間っていうものだけを全存在と認めているようでは、しまいにはやっぱり神様が離れている。
いい例は、アイゼハーって人がいます。ね、アイゼハーって立派な人だし、非常にクリスチャンで、非常に立派な人なんですよ、これはね。立派な人だけども、ね、やっぱり神様が存在と思ってないんですね。神様が全ての全てでね、自分が動いていることも、全てが動くことも神様に任せさえすれば、神様でうまくやってくれるっていうには思わないわけです。やっぱり自分の力というもの、ね、自分の周囲の力という人間の力というものを過信しているわけですね。過信しているわけです。そこで、アイデアはもちろんクリスチャンなんだけど、周りもクリスチャンが全部いるわけなんです。いながらですね、自然にこの力の関係というように、ね、軍備を拡大していくわけですよね。